今回は B194 のレギュレーション違反をしてたんじゃないかという疑惑について語りたいと思います。ローンチコントロールであるとか、トラクションコントロールを使ってたんじゃないかっていう話です。なぜかこの車はいつまで経ってもそれが話題になってしまいますけど、元はこれだと思うんですが、ソフトウェア内に LC の表示、イモラで上位入賞3台のブラックボックスを検査、ベネトンはオプション13、LC を呼び出せる状態になっていた。イモラのレースで使われた証拠がないとみなされ、処分は下されず、LC プログラムは前年のものであり、存在は FIA に事前に通告済み。サンマリノグランプリで1位から3位までの車の、コンピューターというかブラックボックスを調べたんですね。そしたらベネトンはオプション13っていう項目なんですかね。ローンチコントロールを呼び出せる状態になっていたと。だけど、レースで使われた証拠がないので、処分はされず。このローンチコントロールの項目は前年のものであって、ロス・ブラウンさんが言うには、ちゃんと FIA に事前に話をしたらしいです。プログラムの中にこれが残ってるよって。だけど使える状態ではないよということで話をしてたみたいです。で、今でも言われちゃってるのが、呼び出せる状態になっていた、起動させられる状態になっていたとかって言われてますけど、私プログラムのことが少しわかるんで、ちょっと言いたいのが、それは中に残ってたんなら呼び出せるだろうし、起動もできるだろうって思いますね。その項目が現在の B194 の各センサーであるとか何か必要な部分に繋がっていて機能していたっていうんであれば別ですけど、起動はさせられるし呼び出せる、それはそうでしょって思いますね。で、ロス・ブラウンさんが言うには、この LC の項目は回路されていたって言ってます。回路っていうのは電気とかプログラムのことを知ってる人はわかると思いますけど、繋がってないよって。何にも繋がってないよっていう状態ですね。だから仮にプログラムがピコピコ動いたところで何にも繋がってないから、何の役割も果たさないってことですね。それを正確に理解しないで、プログラムが残ってたってことだけ、今現在も言われてしまってるっていうのが、ちょっとあやふやな情報で、フェアじゃないなとは思いますね。で、前年のプログラムってことですけど、ちょっと思い出していただきたいのが、前年のハイテク満載 B193B は、フォードエレクトロニクスと共同開発した電子制御スロットルを採用。TCS はイグニッションカットではなくコンピューターでスロットルの回路をコントロール。ローンチコントロールとトラクションコントロールは正確に言うと違うものですけど、強制的にエンジンを制御するという意味では同じ類のものなので、このまま聞いてください。前年の車はハイテク OK だったので電子制御スロットル。で、94年は電子制御スロットル禁止になっちゃったんで、機械式のスロットルなんですね。で、まずここに共通点がない。B193 っていう車はハイテクカーなのになぜかエンジンがデスビだったので、点火カットができないんで、電子制御スロットルでトラクションコントロールを作動させてました。これがローンチコントロールだとしても同じことですよね。強制的にエンジンの回転を制御したいんであれば、電子制御スロットルでコントロールしかないっていうことですね。まずちょっとそこを理解していただいた上で、B193B と194はエンジン制御に共通点がない。193は電子制御スロットルとデスビ。194は機械式スロットルとダイレクトイグニッション。制御方式が全く違うので、古い制御プログラムと互換性がない。ZEC-R はクランクシャフトが折れる持病があり、TCS-LC もエンジンに負荷が強すぎると思います。この2台の制御方式が全然違うので、去年のプログラムが残ってたところで、全く意味がないと思うんですね、私は。で、それは置いといて、仮にトラクションコントロールみたいなことをエンジンにさせようとすると、強い振動が発生しますから、そもそもクランクシャフトが折れてしまって、開幕当初パワーを抑えてた ZEC-R エンジンですから、そんなことできないですよね。エンジンが多分あっという間に壊れちゃうと思うんで。なので、そんな制御を入れるっていうのは、かなり非現実的かなと思います。ベネトンの話ばっかりしててもちょっとイメージが湧かないと思うんですけど、実はこの当時ハイテクのグレーゾーンに一番足を突っ込んでたのはマクラーレンです。マクラーレンの話を見ると、この当時の雰囲気がよくわかると思うので紹介したいと思います。マクラーレンの2ペダル。93年、左足ブレーキでのコントロールにこだわる8記念の要望で2ペダルに変更。クラッチはハンドルのバタフライレバーで電子的に作動するので TCS にも転用可能な技術だが、クラッチの過熱により実際には不可能と判断され、94年も合法とされた。
93年にハッキネンの希望で、左足ブレーキを強く踏みたいから、2ペダルにしてくれと。で、居場所がなくなったクラッチペダルは、ハンドルのバタフライレバーに変わったと。で、それは電子的に作動するんです。ってことは、プログラムを介して動かすことができるので、トラクションコントロールにもできるわけですよ。やりようによっては。で、これが94年ちょっと話題になったらしいんですけど、そんなことをしたら、クラッチが加熱しちゃって焼けちゃうから、まあ実際は無理だろうってことで、合法ってことにされたらしいです。まあでも、瞬間的にでもトラクションコントロールにできるわけなんで、合法なのかってちょっと不思議には思いますね。ギリギリを攻める MP49。電子油圧式ディファレンシャルを採用。トルクを速度とコース位置によって分配すれば、トラクションコントロール的な働きをするが合法扱い。電子制御スロットルは開幕1ヶ月前にスロットルケーブルによる機械式に戻した。そう、マクラーレンがこの時は一番ギリギリを攻めてたんですね。まず電子制御のデフを使ってるんですね。で、これはTCS 的なと言ってますけど、TCS というよりも簡単な話、コーナーの立ち上がりでデフのロックを強くしちゃえばトラクションを助けることができるんで、加速を補助することはできますよね。だけどこれも合法扱いなんですね。で、電子制御スロットルを使おうとしてたんだけど、開幕1ヶ月前に渋々戻したと。で、これはマクラーレンがなんで開幕1ヶ月前までこれ粘ってたのかっていうと、FIA に問題があって、言うことが2点3点したらしいんですよね。最初は電子制御スロットルダメっつって、やっぱりいいやっつって、で、もう一回ダメって言ったらしいんですね。なんで話がコロコロ変わるんで、マクラーレンとしてはギリギリまで戻さなかったんでしょうね。その電子制御スロットルに関する話もそうだし、電子制御のデフもそうだし、さっきのクラッチもそうですけど、FIA の判断は非常に曖昧っていうか、アクティブサスとか ABS とか、前年に明確に定義されてたものは禁止ってわかるんだけど、それ以外は曖昧な表現な文章が多かったらしくて、各チームはそれに非常に振り回されたらしいですね。で、もう一つベネトンが言われちゃってるのがこれだと思うんですけど、プログラムコードを FIA に提出。FIA の調査に対し、コンピューターのプログラムコードを提出せず罰金を言い渡されたのはベネトン、マクラーレン、フェラーリ。フェラーリは TCS を使用した可能性があったが、パシフィック GP にて使わないようアドバイスを受けたので不問。プログラムコードをなかなか出さなかったってことで、それもベネトンだけがしつこく未だに言われてますけど、期限内に出さなかったのはこの3チームのようですね。まあ結局出さないといけないんで、全チーム出したみたいですけど。で、しかも不思議なのは、フェラーリは実際にほぼトラクションコントロールの働きをするものを使ってたらしいんですけど、まあ、FIA からアドバイスを受けたので、不問終わりってことになったらしいんですね。まあ、こんな感じで、この年は、どれがレギュレーション違反なんだっていうのは、全部はっきりしてたわけじゃなくて、特にトップチームはみんな振り回されてたし、実際に違反と思われるものを、フェラーリもマクラーレンもつけてたわけですよね。で、ベネトンがチャンピオンになっちゃったから、しつこく、この車は違法だったとか言われてるんでしょうけど、チャンピオンになってないから違反しててもよかったとかそういうことじゃないですよね。まあこれらを総合して考えると、どのチームもレギュレーションギリギリのところで車を速くしようっていろんなことをやってたってことですよ。だから内容がそれによっては違反にもなるし、これは OK ってことにもなるし、で、FIA の判断も曖昧だったし、なので、ベネトンだけが何かずるいことをしてたとか、そういうことじゃないですよね。トップチームは、F1 のチームはどのチームであっても、車を少しでも早くしようとしますから、まあいろんな工夫をして当たり前の話なので。で、前の動画で散々話した通り、B194 という車は非常に素晴らしい車だったので、その車の速さがちゃんと理解されるべきかなと思います。